Enter FM 東京ミュージックレーダー、今夜のゲストは一般社団法人日本音楽著作権協会ジャスラックの理事、そして一般社団法人日本音楽作家団体協議会の常任理事のアーティスト遠藤さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いいたします。遠藤です。遠藤さんは昨年行われた東京国際ミュージックマーケットのビジネスセミナー、AI と音楽制作権利について考えるにご登壇されていらっしゃいましたね。いかがでしたか？いやもうすごいこうちゃんとしたフォーマルな場で、萎縮しちゃったんですけど会場が日本のGoogle 社の場所でやってたんですけど、まあそこのオフィスとかが綺麗でそういうのにもう感動しながら出てました。映像をちょっと私は見させていただいたんですけど、赤髪がすごく光っていらっしゃって、場違いでしたね。とんでもないです。今日もいろいろ伺えたらと思います。まずですね、遠藤さんについてちょっとお話ししたいんですけれども、遠藤さんはアーティストでありながら現在はジャスラックの理事を務めたりと多岐にわたる活動をされていらっしゃいます。理事になられたきっかけは何だったんでしょうか？理事になったら2022年から理事やってるんですけど、その前にこうやっぱ著作権に興味があって、でその著作権に興味があったのもなんかこうアーティストとか自分の活動をやってるうちにもっとお金欲しいなと思ってでなんか印税とかこういろんなのもっともらいたいんだけどなと思って、ジャスラックに昔電話したんですよ。もっと欲しいんですけどどうしたらいいんですかみたいなことを言ったらなんかいろいろ教えてくれて、でそれで自分の権利がどうなってるとか音楽出版社がどうであなたの楽曲はジャスラックに登録されててとか教えてもらって、なるほどそういう風になってるんですねっていうところから興味を持ち始めて、要は遊ぶ金欲しさですね。残念なことに、でもその好奇心というかね、ご自身の生活なども考えたタイミングでじゃあこれはもしかしたらもっと活かせるかもしれないっていうところから始まったっていうことですね。私自身もアーティスト活動していますけど、やっぱり著作権といえどどこにどれくらい必要で何がなんかもしかして禁忌を犯してないかとかそこを分かりきってない部分もちょっとあるので、ちょっと今日はいっぱい教えていただきたいなと思うんですけれども、まず根本的なところからいきますと、著作権って何なんでしょうか？なるほど、いい質問ですね。いい質問ですね。著作権っていうのは世界的にこうですね人権の一つだと言われてまして、世界人権宣言とか、国際人権規約とかでこう、定められてて、法務省とか外務省とかもこうホームページに載ってるんですけど、要は世界的に見ても人権の一個だよっていう、これはお堅く言うとそういうことなんですけど、もうちょっと平たく言うと僕らみたいなクリエイターとかが、ちゃんとこう生活の糧としてお金を稼ぐ手段、知的財産っていう感じですかね。知的財産ですね。でもっともうちょっと真面目なこと言うと、著作権っていろんなことを禁止する権利なんですよ。勝手にこうしちゃいけないとか、勝手にこう変えちゃいけないとか、勝手に使っちゃいけないとか、勝手に展示しちゃいけない絵とか、勝手に譲渡しちゃいけないとか、さまざまなものをこの作り手が権利者が制限できる権利なんです。要は自分のこの創作物を守るための権利みたいな感じですね。作る側のもちろん時間も努力もあるわけですから、それをしっかりそこの人権を守るためのっていうことですね。やっぱりそうなってくると、特にアーティストだったりその作る側にとっても著作権ってすごく大事なものになってきますね。大事ですね。当然僕はもう自分のことしか考えてないんで自分の稼ぎこの食いぶちとしてだいぶ見てますけれども、そこでだいぶ大事ですし、そうじゃないとこう自分の作品守るとか、自分の作品をこう我が子のように愛している方ばかりなので、それをこうちょっと保護するためにはだいぶ大事なのかなと思います。そうですね。特に今そのネット文化の普及によって誰でも発信できるようになったじゃないですか。その業界人関係なく一般の方でも携帯一つで何かできるようになって、でそのことによってもやっぱり権利関係にはすごく影響が出てきますよね。そうですね。なんて言うんでしょう、皆さんがこういろんな感じでこう僕音楽やってるの音楽にこう、特化しますけれども、いろんな曲を扱えるようになっちゃったので、著作権的にこう法律違反を犯してるっていうのはもう山ほど日々起こりまくってるなっていうのがちょっと感じますね。でこれ皆さん悪気なく
悪意なくやってるの で、そこはちょっとね気をつけなきゃいけないっていうところだと思いますね。結構この著作権についてって、今日も番組内でいろいろ深掘りしていけたらとは思いつつ、何かその著作権について気になった時って、ジャスラックのホームページだったりとかを調べれば、結構すぐ分かったりするものなんですかね。いや結構分かんないですよねジャスラックって権利を守ってはいるんですけれども、結局こうクリエイターから預かった曲の権利を預かって、それを使いたい人に対して使わせて、その代わり対価をいただく、お金をいただいて、でそのお金をクリエイターに還元するっていう、要はお金を徴収して分配する組織なので、この著作権とは何ぞやとかそういう専門的なことを別にこう管理してる管轄じゃないんですよね。だから文化庁とかに電話した方がいいかもしれないですね一番いいの遠藤さんみたいにやっぱりどこかに直接アタックして聞いてみるのも、そうですね、一番手っ取り早い方法なのかもしれないですね。文化庁著作権課にみんな電話しちゃってくださいあとはまずこの番組をね通して皆さん知っていけたらと思います、で前回番組でも、こちらの番組でも AI と音楽についても少しお話ししたんですね、今その人の声を使って AI を通して他の誰かが曲を作れるように今ちょっとずつなってきています、で制作の現場でもやっぱり AI は結構すでに使われているんでしょうか。使われてますね。僕自身も使ってますね、でも最近 AI 使ってるっていうともう炎上するじゃないですかイラスト界隈とかそうですよね、特に炎上するので、ちょっとみんな今デリケートでだいぶアレルギーある時期なのかなと思いますけれども、ずいぶん前から音楽制作現場では AI は使われてますね。それは生成 AI っていうよりもこの補助的な AI ですか。イコライジング、この音質をこう上の方をシャリシャリさせるとか下をズンズンさせるとかのこのイコライジングで人工知能でこうやるといいよっていうので適切なのあれも AI が使われてるのいっぱいあります。そうなんですね、確かにそうか。あとは僕が楽曲提供他の人にするときは仮歌ってのを入れるんですけども、でやっぱり女性の声を仮歌さんにお願いしていたんですが昔は、今はもうAI の合成音声で、それに関してはちゃんと歌い手の方の許諾も取れてそれ販売されてるものなので、それでよく AI 合成音声の仮歌は作ってますね。じゃあもうやっぱり結構いろんなところで使われてはいるんですね。使われてると思います。ありがとうございます。いろいろ著作権について伺っておりますが、とはいえまだまだ難しい部分の多いお話だと思います。ここからは、いくつか著作権にまつわるお題を、遠藤さんに出していただき、著作権的にお金が発生するのか、発生しないのか、一問一答方式で、私が答えて正解か不正解かをちょっと遠藤さんに教えていただきたいと思います。出題者していいですかゲストに出題していただくのはちょっと初めてですね。やらせていただきます。そう今日はこれ私生で見るの初めてなんですけど、いわゆるピンポンとブーのね、このなんていうの、これは何なんですか？これブザーボタン？これちょっとじゃあ試し引きしていいですかこれ？お願いします。いいですねこれ。いいですね。じゃあこれ正解だとピロン。これ結構ブって言われるとダメージ食らいそうだな。そうですね。ちょっとじゃあ行ってみましょうか。よろしくお願いします。じゃあ最初の問題行ってみますよ。じゃあ結婚式で入場曲、新郎新婦の入場曲ですね。入場曲を有名なアーティストの曲にする、これはお金が発生するでしょうか？いやこれは世の結婚式で全部お金徴収してることないと思いますし、これは発生しないんじゃないですか？発生しますこれは、発生するんですけど、本来誰が支払うかってこれ式場が支払うお金なんですね。新郎新婦じゃないんです。でもそのお金を新郎新婦からいただくっていうような式場プランもあると思いますので、これはかかるんです。もう早速ブーいただいちゃいましたね。ちょっとじゃあ結婚式ちょっとまだ結婚したことないのでわからないんですけど、結婚式でこの曲をかけたいってなった時に、それを式場に伝えて、式場の方がそこでじゃあジャスラックとかにOK かどうかを確認してっていう、OK なんですよ。ジャスラックとかネクストーンで管理されてる曲だったらもう OK なので、基本 OK なんですね。でそれでお金を払うっていう。でももう
曲かけない結婚式なんてもうほぼないと思うので、ね、もう結婚式はいつも払ってるんですよね。で何の曲を使いましたっていうのを言って、でそれを例えば僕の曲が使われたら僕にちゃんと分配されるんですよ。アーティストに嬉しい世界だ。ちゃんとありがとうございます、どんどんお願いします。じゃあ次の問題いきますよ、じゃあその結婚式で、あるアーティストの曲をですね、こう自分自身新郎新婦もしくはこの来場のね、お友達とかが演奏する、これはお金がかかりますでしょうか。ちょっとでもさっきのあれで言ったらかかるんですかね。正解です。かかるんですもうこれは場内で流すのも、演奏するのも同じもう利用なので、これはもう全く同じこと。じゃあそのね、急遽なんか私も何度か歌ってって言われて、友人の結婚式で、歌ったことあるんですけど、それも実は私の知らないところで申請がされていて、ちゃんとっていうことですね。そうです。どうしよう、前日に曲目変えちゃったことあったんだけど大丈夫じゃないですか。やり終わった後で多分申請してるんじゃないですかね。ならよかったです。ありがとうございます。次お願いします。次ですよ。フットサル大会の会場で観客が盛り上がるようにアーティストの曲を使う、お金がかかるでしょうか。かかってほしい。かかりますね、これもちゃんとその大会なので、おそらくこうみんなが多分遊んでるフットサルじゃないと思うんですね。ちゃんとこうイベントとしてなってる。そうする場合はやっぱりこう営利なので、楽曲の利用がもう式場と同じですね。だんだん分かってきました。ありがとうございます。じゃあ次ですよ。じゃあこれ今ラジオですけど、ラジオで曲をオンエアする、それにお金はかかるでしょうか。かかる。そうなんです。これでも美香子さんが今流しても美香子さんが払う必要はないんですよ。ラジオ局がもう年間で払ってます。でその中でどんな曲使いましたっていうのは後々そのジャスラックのような団体に申告してちゃんと入る。逆にじゃあラジオ番組で、曲をいっぱいかける番組もあったりするじゃないですか、あれは番組はちょっとお金かかるよねみたいな話にラジオ局ならないんです。年間の売り上げの何%っていうふうにもう定められてて、もう定額でラジオ局払ってる。その中でこう何に何分使ったっていうので、だから長くいっぱい使われたらいっぱい入るので、ぜひもうちょっと長く放映してって放送して。ちょっとよろしくお願いします。スタッフの皆さんお世話になります。別途ご相談でって言われちゃいましたよ。ダメですね。そこは使ってやるぞって心意気を見せてほしかったです。遠藤さん強く言ってください。お願いします。だからこの後ろで流れてる BGM もご自身の曲に変えた方がいいですよ。ちょっとマネージャー後で交渉しようね。お願いします。次もお願いします。次いいですか。なんか僕が押してましたこれ。危ない。誤動作です。じゃあこれよく皆さんやってると思います。YouTube での歌ってみた動画、これにお金かかるでしょ。これでも YouTube って広告収入をその設定するとカバーした人にもお金が入るようになるので、そうですね。それを知ってなければ良いっていうところだったりしますか？だいぶブというか惜しいですね。それとは関係なく、広告ついてるついてない関係なく、お金を支払う必要があります。ただ、アップロードした皆さんは支払う必要がないんです。なんでかっていうと、この YouTube、Google がねやってるサービスですけど、もう YouTube 自身がもうサイトとしてジャスラックネクストにお金払ってるんです。もうそういう企業でそういう営利でやってるので、だから皆さんがタダでこう使えるように、音楽をこう扱えるようになってる。だからでもうすでに払われてますんで、これもいっぱい流れたらもうみんなで割るので、これ再生回数とか利用のその頻度でリクエスト回数っていうんですけど、だからこう皆さんは YouTube のように包括ジャスラックとかネクストーンのような著作権管理団体と包括契約してるサービスでは楽曲利用し放題です。じゃあもうそういう意味ではそういうところ気にせずカバー動画は上げることができるということですね。でカバー動画ならいいんですけど、音源ってまた著作権と別の権利、隣接権っていうの別になるんですけど、だからつまりレコード会社から申し立てがつくことはあるんですよね。うちの音源使っただろうっていう。だから自分でアコギで弾き語りするとか、別の音源作るとかすると安心ですね。そうなんですね。で
だから結構そこの判断っていうのは、その人間がしてるんですか、それともそのコンピューターが。そうです、 YouTube は全部コンピューターで、自動でやってます。例えばたまにこれ何かで聞いたことがあったんですけど、その自分で作ったけどで自分的には差をつけたつもりだったけど、申し立てられちゃった。それもですね、メロディーマッチングっていうのがありまして、メロディーが同じだとこの曲を利用したっていう風に判定されることもあるんですよ。ただそれは著作権的に OK で、あと日本と海外の曲だとルールが違ったりもするので、なかなか難しい。またじゃあその逐一確認していかなきゃいけない、そうですね。基本的にはだからサイトのルールに従って申し立てがついたら取り下げるとか、なんかいろいろやるしかないですね。そうなんですね。日本と海外の違いっていうのはちなみにどういうところだったりするんですか？そうですね、海外だと演奏権部分を管理していないとかいろいろあるんですけれども、なんていうんだろうな、著作権の部分もレコード会社が申し立ててくるとかあるんですよね。これなんて説明するのかいいんだろうちょっと難しいですね。例えばじゃあ日本人が海外の、私が自分で作った曲なんだけど、実は全然知らない海外のどこかのアーティストの方がすでに作られている楽曲のメロディーとめちゃくちゃ似てしまっていた場合、それもあります。はそっちから来たりもします。来たりする。だからそれも100% の精度は持ってないので、ちょっと似てるだけで言ってきて、いやそんな似てないでしょっていうのとか、あとは悪意を持って申し立ててくる人もいるんですよ、海外の。それでこう自分の収益にしてやる。そこら辺はなんとも ありすぎて、あと国によって違うしっていうところですね。そういう場合は私はどう戦えばいいんですか、そうなった場合。YouTube に、申し立てに異議を申し立てるこれは私の作品ですっていう、そういうフォームとかちゃんとあるので、分かりづらいんですけど、じゃあもしそういう被害にというか、そういう問題を今抱えてしまっている人がもしいたら、ちょっとそのフォームを調べてそこに入れてみるとかが良いんですかね。と思います。詳しくは YouTube のQ&A をご覧ください。皆さん見に行きましょうありがとうございます。ちょっとまだまだいろんなシチュエーションを聞きたいんですけれども、今週はお時間となってしまったので、この続きはまた来週にお願いしたいと思います。